こんにちは。こんにちは。本日は私の実家からお届けしてます。今日早速皆さんにご報告があります。私たちは来週ラブ4とお別れします。めっちゃ作ってるよね。作ってない。眩しい。眩しいだけ。そっち。本当に僕が大好きなラブ4なんですけど、このラブ4とは2年半一緒に旅とかキャンプをしてきました。私たちは日本一周バンライフに向けて今準備中で、いよいよハイエースを購入しましたので、ラブ4とお別れすることになりました。思ったよりもハイエースの納車が早くなって、手放すのがちょっと早まって、本当は全然まだまだ先の予定だったんだけど、早くなってしまいました。今回の動画ではお世話になったラブ4に感謝の意味を込めて、またあるあるでいいよこれも。あ、給食だ。外と中と全部自分たちで洗車をしたいっていうのが一つと、それに加えてラブ4について簡単に紹介させてもらいたいっていうのと、この2年半の思い出話を最後にさせていただければなというふうに思います。愛情いっぱいのラブ4なので、たくさんお話ししたいことがありますが、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いします。そりゃそうだろ。Do I even matter to you? Do you even care? No, I don't wanna lose you, but I think I gotta split. How you blame it on the weather? Gave you some time so you can learn to treat me better. I ain't falling for that again, losing my attention. I need something stronger just to cool this tension. I don't wanna love like that. 動画からでいい。ゲストがいたりでしょ。Who's the boy? What's his name? Blowing. 俺が鍵持ってるから。To avoid this conversation, I just can't fight it cause I hate the confrontation. I don't wanna love like that, wanna love like that, wanna love like that. リーゼットパッケージっていうのはさ、ガソリン車の中ではちょっとグレードが一番高いやつだったから、ホイールも19インチで普通のやつとちょっと違うんで、そこも今回の車に違うので。なるほど。かっこいいよね、ホイールは。このホイールかっこいいですね。よくわかんないけど、私が見てもかっこいいとは思う。言ってること乗っかってきやがってやってることに私が顔拭け全部やる。人が窓拭け先にも窓拭きの方が良かった。普通はそうですよね。私もそうだなって思ったけど、それに乗っかるのをやめていただきたい。うわー、厳しいこと言って厳しいとかじゃない、正論すぎる。厳しい。黙れ黙れな。シャラそういうコメントがいいんかい。はい、では外側の掃除終わりましたので、あと中をやっていきますが、見た目超チャッチいんですけど、結婚式の引き出物であえて今後使えるんじゃないかなと思って注文した。あえてと言ったが実際は何もなかったからです。これが一応掃除機になっているので、ラブ4はこの部分にシガーソケット 12V 120W のシガーソケットがついているので、それを使ってコンセントだったらより便利だと思うんですけど、シガーソケットが後ろについてます。ちょっとつけてみるね。おー、ちゃんと吸う。吸い込まれる。ちゃんとした掃除機だ。こんなに音もうるさくなくて、めっちゃ風が横からです。
らしそうなんですけど、一応今この状態にしてて、これ汚れてもいいようにもともとは違ったね。リバーシブル、こんな風に見た目を良くしたいのであれば、この布パターンでもできます。まあちょっとキャンプ用品を積むので汚れてもいいようにさっき裏返しにしてたんですけど、これ正しい判断だったよね。だって全然ついてないもん。こっちはさ、芝とかゴミがいっぱい。ついちゃうよね。だからあえて裏返しのツルツルの側で私たちはキャンプ用品を積むようにしていました。これはとりあえず何かあった時用に入れてるんだけど、昔ね車中泊してた時用に積んでたアルミマット。アルミマット。いや、マットっていうよりシートだなっていうレベルの薄さ。うん、めっちゃ薄いね。薄い。この下にスペアタイヤが乗ってます。スペアタイヤ工具だな。タイヤ変えるための工具。汚いよめっちゃ。掃除機かけようかな。私もやりたい。私もやりたいです。例えば一応これ今音鳴ってないですけど、一応今エンジンをつけて、バッテリーが上がらない程度にエンジンをつけてるぐらいの感じです。はい。これなりにしっかりしてるよね。気持ちいい。お掃除好きな人に。お兄さんは綺麗好きなので、そういうのを作ってもらって。ここまでちゃんと吸えるっていうのがめっちゃ気持ちいい。この確かに。なんとも言えないカーブ。これめっちゃいいじゃん。一応自分たちは靴が汚れたりした時にそのままこの、一応これ買ったマットなんだけど、つけてもらったマットだけど、これも汚れるの嫌だったので、もうパッとガソリンスタンドとかでもね、なんか水のやつに入れられて洗えるやつに入れたりして使ってました。今回のハイエースにはもう最初からこれをつけてもらってます。後ろを倒してない状態だと広さはこんな感じです。ちょっと黒いからわかんないけど。いやマジで十分。宿泊する時とかもね、全然4人とかで座って4人分の荷物余裕で乗せられるぐらいの広さ。1メートルちょっとある。1メートルぐらいあるんじゃない？奥行き。結構広い、元から広いよね。うん。見てください皆さん、ここになんとティッシュがなんと2つも。したんでしょう、この人はですね、鼻水をすぐするですけど、ここにはさ、ゴミ箱設置してないじゃん。うん、この人はですね、ここに突っ込むんですよ。ってはずなのになんでこんなとこに落ちてんの。しかも見て、ここによくわからんパイが落ちとる。食べたやつ。ここに食べかす奪っとる。やば、そんなとこに吸えるのかな。場所変えました。宮崎らしい海の前でこのことについてちょっと話をしようかなと思い場所を変更しました。掃除は終わってピカピカに水洗いなんですけど、引き渡すまでにちょっと1週間くらいは時間があるので、雨とか結局日に当たったりとかで少しは汚れてしまうんですけど、中とかはすごい綺麗に拭けたからね、よかったかなってすごい思います。感謝の意味も込めてっていうところではすごい思い出にもなったし、いいかなと思います。いやめちゃくちゃ綺麗なんだよね。中も外ももうなんかね、思ってる以上に辛とは思わなかった。ハンドクリーナーも結構いいね、軽くてよかったね。あれね。ちょっと簡単に思い出をお話ししたいと思うんですが、はい、今回そのラブ4のことに関しては2部作でお届けしようと思ってて、今回はそのお掃除の様子と2年半の思い出についてちょっとお話しして、次の回では、最後ラブ4とのドライブ風景ともうバイバイっていうシーンが入ってくると思うので、俺泣かないか心配だ。泣くん悲しいんだよね。だから本当にグッと思いを詰まったような感じなところを、ドライブ風景とともにお届けするような形になると思います。ぜひ私たち
とこの車のことについてちょっと聞いていただければと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。そもそもこの車を買ったのは思いがけず本当に買うことになってね、自分は大学生の時にライフっていう車を持ってたんですけど、ローンでそれも払ってね、で宮崎県って結局車がないとあちこち行けなくて、アルバイト代だったり奨学金とかも借りてはいるんですけど、それで支払いながらやってきたみたいな感じで、で社会人になってもう即ボーナスとかももらえるような仕事に就けたので、それで払い終わっていつか SUV に乗れたらいいなぐらいに思ってたんですけど、亜美のお父さんからたまたまカローラかなんかの試乗車やってるから来んかっていう風に言われて、見に行くだけのつもりで行ったんですけど、亜美のお父さん的にはこれを機会に車を買い替えたらっていうような思いがあったみたいで、ちっこいね中古の軽に乗ってて、で自分とも結婚したので今後のことも考えてどうかっていうので誘ってくれ、市場だったからね、本当市場のためだけ買えとかじゃなくて、でそこでカローラにも試乗もちろんしたんですけど、なんかねちょっと広さ的にもあまり気に入らなくて、結局たまたまその場所に本当にその日たまたま来てたラブ4の青いラブ4だったね、あの時はね。そうそう、紺色みたいな、車高も高いから運転もしやすいし、で亜美とかも後ろ乗ったり、亜美のお父さんも後ろ乗ったりして、広くていいねみたいな話してたら、結局その流れでその日にね、もうラブ4じゃあ買いましょうっていうなんか話になって、そこからこのことの生活が始まったという感じです。で自分たちがラブ4納車したのが12月だったんですけど、それから2ヶ月後に2人で新婚旅行に行けるような、機会をいただけて、もう外国とかには行きたいけど、今じゃなくていいねっつって、で車せっかく買ったし、車でなんか車中泊ってありじゃないって話になって、ラブ4自体が後ろがすごく広くて全然車中泊余裕だったので、いいんじゃないってことで車中泊旅行っていう形を取りました。10日とちょっとぐらい取って西日本をこのラブ4とともに一周したと。2日だけホテルで、それ以降はもう全部このラブ4で寝泊まりしたっていうような感じです。めっちゃ楽しかったよね。そこから車中泊っていうものが始まったっていう、またやりたいなっていう話をしてから、私たちの日本一周したいっていう気持ちが高まっていったのも、その時が結構最初になってくるかなっていう、旅行するのが本当に好きなので、自分たちは付き合ってる時から旅行はたくさん行っていて、旅行ってなると走りを中心になってくるので、にしてもね九州外まで行くことってそうそうないから、休みもそんな取れないので、なのでガソリン車、最初ハイブリッドも考えてた、ハイブリッドも考えてたんですけど、自分たちの結局ね年間に乗る距離的にはやっぱり元は取れないということで、この車にしたっていう感じですかね。ガソリン車の中でもランクが一番上っていうことで、その機能面だったりとか、あとちょっとしたステアリングとか、なんかいろんなそういったところの細かい部品とかオプションがもう最初からついているやつなので、めちゃ見た目もかっこいいし、そういうところも説明してくれるんですか？また次回ちょっと簡単に説明します。全てを覚えてるわけじゃないので。わかりました。はい、自分たちはロードバイクの方もするので、ほんとしまなみ海道とか、阿蘇とかいろんなところにこの車にロードバイク2台積んで、タイヤを外して2日3日分の宿泊するための荷物とかも全て積んでいったんで、全然この車で行けたんですよ。いや基本何でも乗るっていう感じがする。2年半ちょっとぐらい乗ったけど、もうめちゃくちゃこれでいろんなとこ行ったし、走りとしてはめちゃくちゃいい車だから、もう俺は大好きで、見た目もかっこいいし、キャンプを始めてからもやっぱりこのラブ4は荷物もたくさん乗るし、アウトドア向けの車だから、なんかそれなりにね心配もなかったっていうか。そもそも私たちがキャンプをし始めるってなった時にテントは持っていませんでした、最初の動画を見ていただければわかるんですけれど、車があるからテントはいらないじゃんってなったところでやってみるかっていう風になって、車に取り付けるようなタープ、安いタープだけを買ってキャンプを6000円ぐらいでねキャンプをし始めました。でもそれはそれですごく楽しかったですし、中にエアマットを敷いて、キャンプはその車のサイトでやっ
て、絶対それでも楽しかったので、もうそっからだよ、キャンプ楽しくなってきたのがね、やっぱりテントも欲しくなってそう最終的に分かったし、車ありきのキャンプだったので、基本はやっぱ車の乗り入れができるサイトを私も予約する立場としては選んできたんですけれども、そのうちテントを借りて使ってみて、安くでもう買って、新しいワックのテントも買ってってしていくうちに、フリーサイトにもどんどん予約できるようになってきて、そこをやったらやっぱりこの荷物の大容量差がやっぱり買ってくる、テントを入れてもインフレーターマット乗せても、1回ファンヒーター持って行ったこともありますけど、それ乗せても問題なかったし、全く問題ない。そうなんなら車中泊プラスキャンプっていうことも私たちはやってたので、そういうこともできなくはないというところでおすすめしてする手はそこかなと思います。アウトドア向きといった今までで辛かったところは、もう泊まるだけだったらね全然問題なかったけど、ちょっとキャンプと同時に泊まるとかになったりすると、この中でいろいろご飯食べたりとかっていうのはちょっと難しいので、そういったところではもう本当に泊まるだけの車中泊でも泊まるだけの車みたいな、そうかも。キャンピングカーではないし、別に車中泊仕様をしてるわけじゃないから、無理やり寝てるだけなんだよね。そうそう、だから頭はもちろん低いから、正直、ご飯は食べにくい寝るのはバッチリって感じ。寝るだけだったら足もしっかり伸ばせます。160ぐらいある。ちょっと斜めになっちゃってるので、足元がこう下がっちゃうんです。その辺うまくできたらできるだけ平坦で寝れるというか、それぐらいだよね。マイナスな点としてはそれぐらいですね。こいつと車中泊するときにもう本当に薄いアルミシートをこう切り取って窓枠とかに壁に本当に貼り付けるみたいな。貼るっていうよりかは間に埋め込むといったような感じ。はめ込んでる感じか。それは YouTube で見て、西日本一周新婚旅行に行くときに本当にただ型取りしてきて、それをはめ込むっていう感じで、それで意外とやれたからよかったよね。全然窓からの冷気は入ってこんかったから、いっぱい走ったから愛情にあふれてる、愛であふれてるくらいハイエースにしたのも結局中で生活するにはちょっと厳しいということで、こいつを手放すことになったので、自分たちの夢を叶えるためには仕方ないことなのかなっていうふうには今本当にたくさんの思い出があるので、また次回の動画で納車日に移動しながら少しお話できたらなというふうに思います。ライブしながら語るって感じの回になると思うんで、今回はちょっと外回りだけ軽くこんな感じの機能ついてますよっていうのでお伝えしようかなと思います。はい、ラブ4のまず特徴としては、ボタンでももちろん開くんですけど、あとこの鍵の中にもついてるので、ここでも長押ししたら開きます。ハンズフリーっていうのがあって、これが日本最初だったかな。この鍵を持っていれば、この下になんかセンサーみたいなのがあって、ここにこう足を置いてフッて引くとなんか開くという。今開かなかったけど、貸してちょっと選手交代でいい。ほらいい子だな、お前よく分かっとるわねえ開けたらここにボタンがあるので、このボタンを押すと閉まるっていうような感じです。この機能のめっちゃいいところは、普通に生活してればたくさん買ったとか荷物いっぱいみたいな時にいっぱいじゃん、で載せられないじゃん。買ってきました、いっぱいだピッてしたらさ、開くのはめっちゃ助かるじゃん、ではーってなるから、それがいい。確かにね、それがいいよね。キャンプに関しても一緒。はい、それいいと思います。2つ目の機能として、人が近づくと、鍵が近づいてくるとここにライトがつくので、夜とかだったらなんかこの辺が照らされてこの辺が照らされていい感じになります。これ絶対りょうくん的お気に入り起動でしょ。いや、これ本当にね助かるの。本当？暗いから。あ、そう。夜やると私ほぼ鍵持つ権利もらえないから、ほぼロックにポイってするんだけど、で今あれね、閉まってる状態、パテ握れば開きます。これはね、いろんな車にもついてる機能だとは思うけど、このなんか二重防線みたいな、閉めるときはこう押すと、ボタンではなくなんかセンサーみたいな。すごいなって思う。これ反対側にもついてます。車自体に何個かこういったセンサーがついてるので、4つぐらいかな。前に4つあるね。後ろにもあります。これでもう前も後ろもセンサーで安全装備が
完璧。かなり高機能だよねこれ。あとフォグランプもついてます。まあ例えばあんな感じですごく間抜けな人がもうすげえぼーっとしてるか、めっちゃ間抜けが遊び始めましたね、実際。まああんな人がいたとしても、さっきのセンサーがあれば、例えばね、こうやってブレーキ今外した感じで近づいていくとってな感じでセンサーが反応してくれます。近づかれたとしてもすごい間抜けな顔は変わりません、あの子。なんだあれは。反対側も一緒で、こうやって人がいた場合はもうこれピーってなってますけど、もう大変な場合はゴーって勝手にブレーキを踏んでくれます。なんだ。とりあえずパーッと6000円ぐらいに買ってください。平瀬とすると空気電動で入れるだけだから超楽。You changed it all. You changed it all when my eyes lock eyes with you. Boy, your loving gets me high. You then a high rise, flying high. 'Cause when I wake up, I can't believe this is real life. I think I like the way you look at me. I think I like to be your company. 本当は乗り上げしたかったけど。ギリアロがぶつかりそうで、もうこんな中途半端になりました。いけました。今治温泉に行ってしまう。But the only voice inside my head is you. Yeah, I swear I don't need all these things. Girl, I don't need no riches, I have you. Yeah. Boy, your loving gets me high. Yeah, then a high rise, flying high. 'Cause when I wake up, I can't believe this is real life. I think I like the way you look at me. I think I like to be your company. Come a little closer. Come a little closer. You are 管理層のやつにこういうのがあるから、こういうの。 everything. じゃあいくらでも乗せなさい。いくらでもっていうのはちょっときつい。Oh, you know you caught me off guard. Oh, you know you're stealing my heart. With your love, with your love, with your love, with your love. 本場のカツから何ここ要素のクールに向かう。店主さんが違う We do it right. ところです。Always on your side. そこ本を読みながらゆっくり喋りもあんまりしないでくださいみたいな For 雰囲気 you, だからす for ごく what you need, to lend a helping hand when you wake up. Just know that we're always there. And when you call, we'll answer you and always get you through. Don't matter where you go, 'cause we're always there. Through the fire, through the change, we ain't afraid. Gonna be here every day. We walk the miles, make the space, take the time, never
オライ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 してきてくれたのもしかして。してきたよ。膝に乗っけてこっち全部息がかかる。違う。つけ終わったぜよ。Set you free, 'cause when you need someone to trust, we are always there. Set your goals, live your dreams, you can always lean on me. In blue skies are gray.